ところでレンゲはなぜ泥水に染まらないのかな。植物学者の牧野富太郎博士によれば、葉に細かい毛のようなものがあって水を弾いてしまうからのようです。なんで泥に染まらないんだろう。そんな花なんてあんのかいと思ってたけど、きめ細やかな葉がたくさんあることで水を弾くっていうね、こんなような性質のものなんでしょうねっていうことなんですよ。我々の仏界と言われるものも。なるほど、細かい毛を蓄えやんといかん。生命のね、生命も産毛まみれにならんねんからね。心臓に毛が生えとるとか言いますね。あながち間違いじゃない絶望の中でも希望でいられる。絶望に染まらないって、つまり希望は毛むくじゃらってことね。ギャランドゥの一気に下ネタがもう仏家はギャランドゥ。こんな締めで大丈夫ですか。えで今回ね、小本ということでね、はい南無妙法蓮華経っつってね、分けると南無、うん起名するっていう、南無妙法にね、蓮華経っていうね、蓮華が入っているという。でも確かにそうね、そうやって分けたら一番謎なところかもしれない。南無起名する妙法で What's 蓮華。この蓮華っていうものをここでしっかり今回は取り上げるという段階、そして十の菩薩っていうものの解像度を高めていくためにこの蓮華っていうものをしっかり見ていくっていうね、そんな内容ですよね。はい、いきましょう。はい、蓮華の文化史を語る。生命の法を蓮華が象徴。東西文化を結ぶロータスロード。斎藤十字輸術本では十の菩薩のことを如蓮華在水、蓮華の水にあるがごとしと言っています。蓮華に例えて称賛しているわけです。ここでは輸術本を深く理解するためにも蓮華を焦点に語っていただければと思います。池田、いいでしょう。蓮華は不思議な花です。仏法上深き重々の意義がある。ただそれらの法義を語るだけで何十巻の本になるかわからない。この座談会も永遠に終わらなくなる。そこで仏法上の真偽は今後少しずつ学んでいくことにして、まずはもっと身近な蓮華の文化史というか、蓮華が歴史上世界の人々からどのように見られてきたかをざっと見ておいたらどうだろうか。これまでも様々な機会に蓮華の意義について語ってきたが、読者のためにも改めて紹介しておきたい。蓮と睡蓮。斎藤、確かに蓮華という同じ花でも国や時代によって随分受け止め方が違います。第一、最近の若い人の中には実物を見たことがないという人もいます。須田、蓮華というとお盆かお葬式を思い出すという人も多いでしょうね。しかし本当は古来蓮華は最も高貴な人間の姿を象徴していました。中国では君子の花とも呼ばれています。遠藤、美人のことを扶養の人と言いますが、この場合扶養ももともとは蓮華のことですね。以前先生がカランシン博士の言葉を紹介してくださいましたが、インドでも女性の目の美しさを蓮華のようなと例えるようです。カランシン博士はインドの学者、インド文化関係評議会会長等を務め、政治家としても活躍した池田名誉会長との対談集を発刊。斉藤、今蓮の花のようだと言われても褒められた気がしない女性もいるかもしれません。池田、文化の違いだね。そういえばこんなことがあった。初めてポルトガルに行った時のことだが、菊の花を来客に差し上げようと思って花屋に行ったら、現地在住の方からやめた方がいいと言われた。日本では気品のある花とされているが、ポルトガルでは悲しさや寂しさを表す花で、葬式に使うものだということだった。国や文化によって花の受け止め方はいろいろです。それでは少し3人をテストしてみよう。みんなはいつも試験を見る側だから、たまには試験されるのもいいだろう。まず蓮華といっても蓮もあれば睡蓮もある。どういう関係になるのか。遠藤、はい。蓮華は植物学の分類で蓮と睡蓮に分かれます。睡蓮科の蓮属と睡蓮属。睡蓮は漢字では眠る蓮、睡蓮と書きます。睡蓮には昼咲きと夜咲きがありますが、時間が来ると咲いていた花を閉じて眠っているみたいだからです。斉藤、羊草というのがあります。日本に自生していた、もともと繁殖していた睡蓮ですが、羊の刻、つまり午後2時頃に開くとされていたところから羊草と名付けられたようです。遠藤、
日が沈むと閉じて眠ってしまうわけですね。須田、ハスも夜明け頃に開き、午後には閉じるようです。池田、ハスと睡蓮には似ているところも違うところもいろいろあるね。形の上ではどうだろう。須田、ハスの場合、茎とかレンコン、地下茎には穴が通っています。レンコンには節がありますが、この節から葉や花が出てきます。水面から離れたところまで成長して、つぼみは花開きます。その後もそのまま空気中で実がなります。これに対して睡蓮には茎にも根にも穴は通っていません。地下茎はさつまいものようでぎっしり詰まっています。花も水面に浮かんで咲き、花がしぼむと水の中に沈んで実がなります。斉藤、仏法でいう蓮華にはハスも睡蓮も含まれます。ただし妙法蓮華経の蓮華というのはハス中んずく白いハスのことです。池田、それではハスや睡蓮は何種ぐらいあるのだろうか。遠藤、植物学的にはハスには2種しかありません。アジア・オセアニアに分布するハスと北アメリカのキバナハスです。一方、睡蓮は世界中に約40種もあります。その多くは熱帯性です。温帯性のものは地中海周辺の原産の白い睡蓮、ユーラシア大陸に広く分布する。日本の羊草なのです。須田、南米アマゾン川流域にはオオオニバスがあります。これは睡蓮の一種です。小さな子供ならその葉の上に乗っても水に浮いています。池田、そうだったね。ヨーロッパにも蓮華はあるのかな。遠藤、先ほど述べた白い睡蓮、地中海周辺の原産は自生するようですが、ハスは自生していないようです。化石としてはありますが。池田、ハスは古くからあったのだったね。確か白亜紀、およそ1億3500万年前にも遡ると言われている。種子植物、花が咲いて種ができる植物ができてすぐから繁殖していたようだ。須田、ヨーロッパでは白い睡蓮は純潔の印です。睡蓮の花言葉も心の純潔とされ、純情、信頼という寓意があります。池田、ヨーロッパの睡蓮といえばフランス印象派の画家モネが描いた睡蓮が有名だ。東京富士美術館にもあります。モネの睡蓮についてはルネ・ユイグ氏、フランスの高名な美学者とも語り合ったことがある。ではアフリカはどうかな。斉藤、エジプトなどには睡蓮があります。エジプトの国歌は睡蓮です。ナイル川には多くの睡蓮が生えています。夜咲きの白い睡蓮と昼咲きの青い睡蓮があり、青が多いそうです。池田、ナイル川に浮かぶ青と白の睡蓮の群れ、美しい光景です。ヘロドトス、古代ギリシャの歴史家だったか、古代エジプトでは蓮華を食用にしていたと書いていたと思ったが。遠藤、はい、彼の著作、歴史では蓮華を百合の一種としています。英語では睡蓮にウォーターリリー、水の百合という別名があります。須田、スズランは谷間の百合と言いますね。百合には何か意味があるのですか。遠藤、清らかで美しい花を百合と言っていたようです。百合は清純さの象徴だったようです。斉藤、婦人部のシンボルは白百合ですが、まさにぴったりです。池田、古代エジプトには睡蓮だけかな。ハスは。遠藤、ハスもあったようですが、それはバラに似た百合の一種とされています。実際はよくわかりません。池田、それでは次に日本語でハスのことをどうしてハスというのか、これはどうだろうか。斉藤、はい、ハスは古くは蜂巣と言いました。蜂の巣のことです。ハスの花が開くとシャワーの先を真上に向けたような形の実が現れます。この部分が蜂の巣に似ていることから蜂巣になり、ハスになったわけです。漢字でハスというのはこの部分です。知識的なところですね、今ね。ガンガン聞かれるんで答えるの大変でしょうけども、みんなすごいね。しっかり準備してたんですよ。ああ、そういうことね。これは準備しないと絶対答えられない問題だろうな。花と実が同時に成長。池田、その通り。厳密に言うとこの部分は花托だね。花托とは花弁、おしべ、めしべなどをつける部分。
ハスの種子がこの蜂の巣の穴の中にある。須田、種がそこにあるから果実に当たると考えていいわけですね。遠藤、そこでレンゲの特徴は花が開く前からこの果実、果託が大きく成長することです。普通は花が先で実が後です。これを因果に分けると花が原因で実は結果です。原因が先で結果が後というのはとても自然です。ところがレンゲは花、原因と実、結果が同時に大きくなっていく。そこで因果具事という法華経、妙法蓮華経の訪問の例えにレンゲを使うわけです。自由の証とは永遠の前進。池田、因果具事という訪問は人人の訪問だから機会を改めて論じたい。一言だけ言っておくと、この因果とは特に仏印、仏果を指している。仏界が果、仏界を目指しての修行が因です。通常はこれが同時にはありえない。あくまで修行、因があって成仏、果があるわけです。ところが南妙法蓮華経という成仏の本因を修行すれば、実はその修行自体がすでに仏界である。南妙法蓮華経は成仏の本因であり同時に本願です。この不思議の法、妙法を蓮華で例えたわけだが、大事なことはこの因果具事を我が身に体現しているのが自由の菩薩だということです。結構過去にね、因果具事について軽く話したような気がしますが、はい、ここね。なんで蓮華がこの妙法蓮華経因果具事の訪問に蓮華が出てくるかって言ったら、蓮華自体が花と実が同時に大きくなっていくというね、不思議な生き物というか選ばれるには理由があったんですね。ってことですね。闇雲に蓮華が好きだから蓮華ってつけたわけじゃないという。タンポポにされても困るしな。おもろいねそれ。因果具事っていうのはね、この自由の菩薩のポイントなんで、また因果具事を掘り下げていく時が来ると思いますけど、今は多分蓮華ですな。蓮華中心にいきます。はい、斉藤、自由の菩薩だから仏印の立場ですにもかかわらず、その内証はすでに仏である、仏果を得ているということですね。池田、仏であるといっても何か止まった一つの状態のことではない。蓮華の実が花とともに成長するように、光線流布の行とともに仏果、仏界もいよいよ成長していくのです。その意味で自由の菩薩とは永遠の前進、永遠の成長を意味する。故に前進をやめてしまえばもはや自由の菩薩ではない。未完成の完成の話ですよね。大事よね、これね。専用の蓮華。池田、さて蓮華の文化史の続きだ。アジアではどうだったか、日本、中国、インドの順に見てみよう。須田、日本でも蓮華の話が日本書紀や万葉集にもありますので、古くから愛されていたようです。仏教が広まるにつれ、中国から多くの観賞用の立派な花バチスの品種が伝わってきたようです。遠藤、日本では古くから各地にハスがあったようで、ハスに関連する地名がたくさん残っています。池田、そうだね。日蓮大聖人ご生誕の地、千葉も一説には千葉の蓮華に由来すると言われる。斉藤、千葉の由来について、古文書には池田の池というのがあって、そこに蓮華が千葉に咲いていたと言いますね。妙見実録千秋記に池田の池とて清浄の池あり、この池にハスの花千葉に咲けりとある。須田先生と同じ名前の池ですね。池田、よくわからないんだが、我が家のルーツは千葉の池田郷というところにあるのではという人もいる。また千葉県庁舎はこの池田の池があったあたりに建てられているそうです。斉藤、千葉というのは別に葉っぱが多いということではなくて、千枚の花びらがある蓮華という意味ですね。遠藤、実際そんな蓮華があるんでしょうか。法華経にも台場だった本に千葉の蓮華が出てきますが。池田、文殊師利菩薩が千葉の蓮華の大いさ車輪のごとくなるに乗って出現したとあるね。千枚の花びらがある蓮華が本当にあるかどうか、
詳しくはわからないが、ハスの花びらは通常は20枚から25枚で、それが一重咲きとされる。しかし時には100枚300枚にもなるそうだ。さらに花托の部分からまた花が開く多頭蓮という種類があって、これには花びらが3000枚から5000枚になるものもあると聞いたことがある。西洋の蓮華を実際に見たことはないけれども、子供の頃の忘れ得ぬ風景に家の近くの蓮池があります。小学校5年生の時だったと思うが、実家がそれまでの広い屋敷を人手に渡して移転した。日中戦争が始まっていて、兄たちは戦争に行ってしまうし、父は体を壊していた。その移転した家の隣に蓮の池があった。そう、数百本を優に超える蓮の花が次々に咲き広がっていくあの光景は忘れられない。毎年咲くのを楽しみに待ったものです。その家もやがて強制疎開されてしまったが、今はその池もなくなってしまったようだ。さて、中国はどうだろうか。須田。はい。中国で蓮華を称えた文章といえば、北宋の周敦頤もしくの愛蓮の説が有名です。彼は蓮を好む理由をいくつか挙げていますが、整理するとこうなります。1、泥から出て泥に染まらない。如蓮華在水です。2、清らかなさざ波に現れて妖艶なところがない。3、中に穴が開いていてスキッと筋が通っており、外もまっすぐでつるも枝もない。4、香りが遠くまで届き、しかも遠くに行くほどすがすがしい。5、まっすぐ上に行儀よく生え、遠くから眺められ、間近ににじり寄って楽しむものではない。そして清らかな蓮を君子の花として賛嘆しています。池田、なるほど。蓮華は清らかなものの代表だね。仏教でも蓮華は清浄を表す。ところで蓮華はなぜ泥水に染まらないのかな。斉藤。植物学者の牧野富太郎博士によれば、葉に細かい毛のようなものがあって水を弾いてしまうからのようです。遠藤、中国で蓮華が清らかなものとされたのは仏教の影響だと思われます。仏教が伝わる以前は蓮華は多産とか繁栄の象徴だったようです。さらに蓮の字の音の蓮が蓮や蓮、憐れむに通じるので、恋愛や愛情の象徴でもあったようです。また蓮華の各部分が食用や薬用に使われています。池田。蓮華は古くから身近な存在だったんだね。遠藤、レンコンや葉やおしべには止血作用があります。中国では他の生薬と調合して胃潰瘍や子宮出血や痔などの治療に使うそうです。須田。インドでも種を生で食べたり、レンコンを漬物の一種や油炒めにしたりするそうです。またインド医学でも古くから蓮華が様々に使われています。植物学ですね。ね、すげえな。そんな効能があるんだ。痔のリスナーの方にはね、ケツにハスを押し付けていただいてね。そんなダイレクトに使うそうじゃないですね。そうじゃないです。生薬と調合してください。レンコンケツにくっつけるって絵面がえぐいっすが。なるほど。やってたかもしれない。ハスの種子の強靭な生命力。遠藤。中国ではハスの種子は需要競争の薬とされました。気力を増し、100病を治し、長く服せば不老長寿になると絶賛されています。また石のように硬いので石蓮子と呼ばれました。斉藤、硬いといえばハスの学名にもなっています。学名はネルンボヌキフェラです。このヌキフェラというのが硬い実のなるという意味です。種に石のような硬い殻があるんです。学名のうちネルンボはスリランカの言葉でハスという意味。池田。ハスの種子はそのように硬いからこそさまざまな困難を乗り越えて芽を出し花咲く力を持っているんだね。有名な大賀ハスもなんと2000年の時を超えて芽を出した。少なくとも3000年を超えるという研究者もいる。大変なことです。今大賀ハスは関西、東京の創価学園や創価大学にもあるね。遠藤、ハスの種が長く生き続けられる理由は大賀一郎博士によれば、果実の皮が厚くて硬く、
水分及び空気の出入りを全然立っているからであり、その中で非常に緩慢な呼吸作用を営んでいるので、種が二酸化炭素で窒息するまで時間がかかるからだそうです。池田、レンゲが持つ強靭な生命力を感じる。法華経の教えの精髄は成仏のための種子とされる。万人を成仏させる仏種が秘められているからこそ法華経は偉大なのです。そして法華経の仏種は金剛に例えられる。今で言えばダイヤモンドのように堅固であり壊れない。たとえ地獄などの悪道に落ちても壊れない種である。また種子不出の徳といって、自由の菩薩は久遠以来南無法蓮華経という仏種を失わず常に修行している。すだ、この法を蓮華の法と名付けた知恵は、蓮華の種が頑丈で寿命が長いことも見抜いていたのかもしれませんね。遠藤、大賀ハスが花開いたのは昭和27年1952年、ちょうど日蓮大聖人の立宗宣言から700年の大仮説でした。しかもその種子が発見されたのは大聖人ご生誕の地千葉でした。池田、そうだった。その上、ちょうど同じ頃、アメリカのワシントン市の国立公園で数万年を経た蓮華の種が薄紅の大輪の花を咲かせたというニュースが伝えられた。立秋700年の年に東西でそれぞれ何千年何万年も前の蓮華の種が開花したのです。虎先生はこれを大白鳳交流の素晴らしき随想と捉えておられた。泥沼にあえぐ民衆の一大欲求は一大仏法の出現である。崇高にして正しく、利益と罰と厳然として誰人も頼むに足るべき偉大な仏法が現れなくてはならない時である。東西両洋に咲いた蓮の花は0度より見事に花を咲かせたではないか。すなわち何千何万年の夢を破って、今日本民衆の泥沼の中から遠く久遠願上、近くは700年の夢を破って、末法五本仏の崇高なる仏法がパッと咲き乱れるのである。この蓮華の花が東西両洋に咲き出したということは、末法五本仏の仏法が華やかに咲き出す随想でなくて何であろう。私は当時24歳、東洋へ、そしてアメリカはじめ全西洋へも最高の蓮華の法を広めていこうと決意を固めたものです。不思議なことがあったということでね、ございますよね。すごいね、蓮華の花って。まあ本当に学問的なアプローチなんですよ、ここら辺はね。だいぶ疲れてきてるかもと思いますけどもリスナーの方も。まあでも大事な大前提の話ですからね。そうですね。なんで蓮華っていうところに重きを置くのかっていうところが、そうですね。分かりやすく解説されて納得感ありますよね。そら選ばれるわ、ハスさん。ハスがこんなすごいものだと思わなかったし、俺的に心響いたのが初めてこれ見た時、植物学者の牧野さんが言ってた、葉に細かい毛のようなものがあって水を弾いてしまうっていう泥に染まらないと理由。なんで泥に染まらないんだろう、そんな花なんてあんのかいと思っとったけど、きめ細やかな葉がたくさんあることで水を弾くっていうね、まあこんなような性質のものなんでしょうねっていうことなんですよ。我々の仏界と言われるものも、何か理由があって泥の中から生まれるけど泥に染まらないというね。なるほどね。泥に染まらないには理由があると、まあ、これも生命科学の人がいつか証明してくれるはずだ。なるほど、細かい毛を蓄えやんといかん生命のね、生命も産毛まみれにならねえからね。心臓に毛が生えとるとか言いますけど、あながち間違いじゃない絶望の中でも希望でいられる。絶望に染まらないと、心臓に毛が生えとる。なるほどね。つまり希望は毛むくじゃらってことね。ギャランドゥなんですよ。一気に下ネタが物価はギャランドゥ、こんな締めで大丈夫ですか？よくない物価はギャランドゥじゃさすがにまずいか炎上するよサムネにしとく物価はギャランドゥ炎上してしまう。こっからもね、またガーッと学問的なところが続くんですよ。でもね、大事なんでね、どうか飛ばさずに、なるほど。蓮華っていうものを大切にこう理解するっていうのも一つの仏法的解釈のアプローチで大事なんですね。
このレンゲの話がすごい長いんだけど、これにもめちゃくちゃ意味があるはずなんですよ。なので飛ばさずについてきてほしいです。まあ綺麗だしね。まだこれでもハスの一部分を知ったっていう段階なので、もっと知ろうと。そうね。もっと知ることで10の菩薩が解像度高くなると同時に自分のことも分かるようになるっていうことじゃないですかね。こんだけ長くやるっていうのは。 OK、レッツゴーレンゲマニア。ということでお疲れ。はい、おつもと。